風のように通り過ぎる。そんな年月の中で私は戦い、また戦った。私はこの世界を支配できると思っていたが、今になって振り返ってみればただみすぼらしい路地裏を転々としていただけ。私の涙は弱いってことじゃない。悟りの後に流す涙は教訓の代償なんだ。もう私は過去の自分への未練を捨て、これからは大舞台をカッポしてやるんだ。どうだ、私の部下たちを、私たちを抑圧する連中にもう一度立ち向かえ。義理と名誉という名のもとでもう一度集まろう。そして肩を組み、私たちの進むべき道を進んでいく。やあ、スノーキー、魔女の女王の穴に落ちて這い上がったって聞いたけど。カンタ、無事だったんだな。お前も捕まったと聞いたが。妖精王国の監獄はお釈パンを献上すれば釈放されるんだよ。それでこれからどうするの？何か計画でもあるの？復讐する。もう一度組織を集めてベリータをぶっ潰してやる。スノキー、今は昔と違うんだよ。力だの根性だので支配するのはもう古いよ。私にいい計画があるんだ。話してみろ。なんだその計画と。地上にいい感じの組織があってね、自称教主ってやつがボスの教団派っていう巨大な組織なんだけど、噂に聞く限りではそのボスは力のない名ばかりのやつなんだって。あなたなら乗とれるんじゃない？すでに結成されている組織を盗もうっていうのか。一から始める方が性に当てるんだよ。ベリータに対抗できる勢力が手に入るなら何だってやる。いいよスノキー、まずは教団派の目の前にある劇場から占拠しようかな。カンタ、どこに行くんだ？地上は反対方向だろ。待ってスノキー、振り返らないで。今振り返ったら観客が半分いなくなっちゃうから。何？観客？見物人のことか？一体何を言ってるんだ？今はそういう時代なの。深く考えないで。理解できないな。今は見物人がいなくなったとしても、どの道私は永遠に記憶に残る存在になる。拉致があかんな。私が直接手を下してやる。魔女の王国のロジックは暗く冷たい。暗闘と足の引っ張り合いに満ちたこの地下で生き残るために、魔女たちはみんなそれぞれの派閥を作って力を蓄える。そしてその派閥を抑圧するために魔女の女王は手段や方法を選ばない。このスノキ、拳一つで魔女の王国の路地裏を支配したが、魔女の女王の罠にはまり穴に落ちた魔女。復讐の刃を研ぎ澄ましながらそこから這い上がってきた。ああ、いつぶりだろう。いつもと変わらない据えた地下の匂い。本当に懐かしい。噂は本当だったんだね。旧友に再会できるなんて。お前はコマハウスのカンタか？久しぶりスノキ。底なし穴からどうやって出られたの？魔女の女王に許してもらったの？ベリータが許すだと？笑えねえ冗談だ。決まってるだろう。この手でよじ登って脱出したんだよ。底なし穴にも壁はあるからな。昔からこの両の拳には自信があったんだ。出てくるには予想以上に時間がかかったがな。やっぱりあなたはすごいね。
さすが三角界の一角を担ってただけあるよ。はい、これでも食べて。あなたのために特別に作ってみたんだ。豆腐か。いつ食べても舌触りがよく濃厚で栄養満点のおやつだな。ある世界では釈放されたばかりのやつにこれを食べさせるんだって。面白いな。まるで私のために作られた食べ物じゃないか。ところで、なぜお前だけなんだ？あの借金取りと部下たちが見当たらないが。スノキ、穴に落ちてからどれくらい経ったか分かってる？もうみんなそれぞれの旅に出たんだよ。私の組織が解散したというのか。なんて悪情な奴らだ。勘弁してよスノキ。魔女ってそういうもんじゃん。組織を支えている柱が消えたんだから仕方ないよ。魔女の女王もそれが狙いだったんだろうね。ベリータめ、畜生。それでこれからどうするつもり？義理を捨てた奴らを見つけ出して制裁するの？どうせ当てにしてなかったしな。ボスが監獄送りになったくらいで背を向ける奴らなど相手にする価値もない。誰が裏切り者かもわからないしな。確かに、そもそもあなたが捕まったのは組織の何者かが密告したせいだったからね。私にはまだ力がある。それにあの穴をよじ登ったおかげでこの拳はより強くなった。力さえあれば組織なんてまた作り直せばいいだけだ。最初からやり直すのは大変だよ。今はもう拳だけで路地裏を支配していける時代じゃないんだよ。じゃあどうしろって言うんだ？私にいい考えがあるんだ。はあ、どうやら私の釈放を祝うために来たわけではないらしいな。まあ、哀れな奴らから搾取することしか考えていない妖精が何の見返りもなしに来るはずもないか。どんな提案をするつもりだ？上の方、つまり地上にそれっぽい新興組織があるんだ。それがどうかしたのか？私が案内してあげるから、その組織をいただくってのはどう？他人が築き上げたものを横取りするのが一番簡単で楽しいでしょ？それはその組織次第だけどな。ちなみに組織名は？世界中教団。教団？カルト宗教か何かか？そっちの世界はうさんくさいから気乗りはしないが。最近あの組織ほど熱い組織はないよ。あいつらのボスを始末してその座を奪えばエイリアス中の路地裏を支配できるんだ。とりあえずやってみるか。失うものはもうないんだ。試してみるのも悪くない。私が成功したらお前は何を見返りに求める？教団には宴会場という建物があるんだけど、そこを私の本拠地にしたい。すでにかっこいい名前も決めてるんだ。名前？カンタランドにでもするつもりか？カンタピアさ。お前は昔から全然変わってないな。それはあなたもじゃない？とにかくさっさと案内しろ。ベラベラ喋るのは私のスタイルじゃない。そうだったね。あなたはいつも拳から出る侠客だったよね。狂乱派のボスのところまで案内しろ。ふぬけた妖精どもの組織など今日中に乗っ取ってやる。
天使は誰だ？出てこい。ちょっと何なのよ君たちは。誰の許可を得て商売をやってるんだ？ここは今日からコマハウスだよ。あれ以前魔女の王国を牛耳っていたスナキーじゃない？豆乳の密売で捕まったやつがどうしてここに？なんだ、お前は魔女だろ。なんで魔女がこんなところにいるんだ？師匠様が留守の時、たまに宴会場を。なんだ、アルバイトでもしてんのか？師匠様みたいになりたいから練習してるのよ。てめえのボスを師匠って呼ぶとはね。よっぽど特別な関係みてえだな。教団派の親分は留守にしてるみたいだし、こいつでも人質にしよっか。ちょっと話してよ。君たち後悔しても知らないから。師匠様が黙っていないわ。それどころか司祭長様にひどい目に遭わされるんだから。なに？司祭長だと？アンダーボスのようなやつか？誰だか知らないが、この拳で倒してやる。やめるんだあ？なんだ？虫か？虫じゃないビン、ジュビーなビン。宴会場に蜜を寄付しに来たらゴロつきが暴れてるってどういうことなんだビン？スノキ、気をつけて。何言ってるんだ？ただの虫だろ？あいつ見かけによらず強いよ。霧の森に拠点があるローヤルゼリーファミリーのメンバーなんだ。なんだ、あんな虫にも組織があるっていうのか？上の世界は本当にわけがわからないな。で、どうする虫を？私とやるのか？ブンブン言わせながら向かってくるつもりか？勝負を挑むっていうなら受けて立ってやる。教師はジュビーのお得意様だビン。宴会場を荒らすのは許さないビン。お得意様だと？教団派のボスめ、上の世界でカルテルでも作ったのか？教団派か。一筋縄ではいかなそうだな。今すぐ出ていくんだビン。はっ、バカ正直に突進してくるとは。羽から力が抜けるんだビン。さすがスノキ、まだまだ腕は鈍ってないね。虫のくせに調子に乗んなよ。カレンダーで叩かれて羽に力が。ずるい魔女だビン。目が回るビン。さてと、それじゃさっきの続きといこうか。あ、なんだ、どうして飛んでいる？風圧で羽を潰したはずなのに。ちょっとスノキ、周りを見て。ジュビーを叩くなんてジュビーは許さないビン。ジュビーへの攻撃はジュビーへの攻撃とみなすこいつ、なんて数だ。分身術でも使ってるのか？ビン。ジュビー、私を助けに来てくれたの？ジュビーはジュビーを助けに来たんだビン。ジュビーは君なんか知らないんだビン。オイラはピコラを知ってるビン。隣のジュビーも知ってるんだビン。こっちのジュビーだったのね。ごめんごめん。ジュビーはみんな見た目が同じだから難しいね。引
卑怯だぞ。怠慢勝負に組織総出できやがって。ジュビーはそんなの知らないビー。ジュビーは叩かれた仕返しをするだけなんだビー。こりゃ多すぎだよ。ずらかるからね。おいカンタ、どこ行くんだ。協力する約束は。この世界ってのは冷酷なんだよ。カンタ覚悟するビー。ジュビーは復讐のためなら集団リンチもためらわないビー。いやジュビー怖すぎるよ。ただの可愛いマスコットキャラだと思ってたのに。くわー、この卑怯な虫どもめ。もう叩くのはやめろここは病院ですよ。ご安心ください。ジュビーがこれだけやれば懲りるだろうって言って、あなたを病院の入り口に置いていったんですよ。あんな虫ごときに負けるなんて。もう私も終わりなのか。落ち着いてください。傷口が開きますよ。何を言って。そういえば手足の感覚が一体どうなってるんだ。これはギプスというものです。あなたにとっては珍しい治療方法でしょうね。あざだらけになっていた手足を私が手当てしたんです。あざだと。それくらいなら放っておいても勝手に治るじゃないか。小さな怪我であっても私にとっては大きい意味があるんですよ。はあ、バカ言ってないでさっさと外せ。いいですか？あなたは完治するまでこの病院から出られないんですよ。おい、何をするつもりだ。入院治療というものですが、あなたのような魔女の方には初めてでしょうね。でもご安心ください。私がしっかり面倒を見てあげますから。では私に任せて。ゆっくりと眠らせてあげます。眠らせる。やめろ。私に一体何をするつもりだ。患者が脱走。待ちなさい。ついてくるな。あっち行け、あっち行けって。なんてやつだ。言葉を少し交わしただけで背筋が凍りそうになったのはベリータ以外で初めてだ。穴をよじ登ってる間に上で何が起こったんだ。上の世界はいつも間抜けしかいない天国だったのに、教師ってやつはこんな物騒な場所を自分の島にしているのか。一体どれほどすごいやつなんだ。この目で確かめてやる。そして機会を伺って私が乗っ取るのも悪くないかもな。お仕えしたいです。何なりとお申し付けください。一時的に頭を下げるくらい組織の地位を得るためならなんてことない。
表向きは合法に見せかける必要があることは承知しております、ドン。私だってこの世界でそれなりに長く生きてきたんですから、それくらいは分かっております。分かりきってることなのに、なんでこんな遠回しな言い方をするんだ。ああ、わかりました。こう呼べばいいんですよね、教主様。キーはダメです。昨日宴会場に入ってきてジュビーと喧嘩して大暴れしたんですから。お前は。ドン！あれは私が地上の事情に疎かったからなんです。ドンがどんなお方か最初から分かっていれば、あんな無礼は働いておりませんでした。申し訳ありません。土下座でも何でもしますから。よりによってこんな時に私の切り札を使うことになるとはな。では私を受け入れてくださるんですか？師匠様、スノキーは魔女の王国でも有名なトラブルメーカーなんです。ベリータ様が牛乳を禁止する禁乳法を作った時、真っ向から反対して違法牛乳を作って組織を大きくしたんですよ。牛乳は完全食品だって言って他の健康食品を摂取している魔女たちをいじめる風潮があったんですよ。ああ、牛乳至上主義が生み出した社会の暗部だったな。本当に暗い時代だった。牛乳より大豆の方が完全食品だというのに、どいつもこいつも分かっちゃいねえ。あの時は魔女の王国全体が真靴のような雰囲気でしたから。はい、豆乳といって大豆で作りました。スノキーがボスだったすりおろし豆乳派の悪名は今も健在なんですよ。私の暗い過去のせいで信じられないって言うならそれも仕方ないか。ありがとうございます。私を受け入れるのか。思ったより器のでかいやつだな。師匠様、なんで私の言うことを無視するんですか？スノキーは本当に危ないやつなんですよ。よし、教団派の下っ端として潜り込むのは成功した。ここ数日様子を伺いながら把握した組織は大体こんな感じだ。教主のそばを守るアンダーボス、通称司祭長ネル。斧を振り回して威圧的な雰囲気を醸し出している。昔はかなりやんちゃだったのか、荒事をやらせても悪くない。教主の排除はこいつがいない時を狙った方が賢明だろうな。その下には吸収合併された反アニマルカン派のボスティグ。二人の子分と一緒にやりたい放題やっているらしい。暇さえあればあちこちに喧嘩を売りまくっている教団派の鉄砲玉だ。武器がなければ大したことないという噂もあったが、それはおいおい調べることにしよう。そして私を疑って監視しているステッカーブックのピコラ。茨の魔女の弟子だったが
流れを読んで教団派に移籍したそうだな。いつも本を読んでるところからして教団で会計業務を行うインテリ系か。教団派、思ったよりしっかりしてやがる。知名度やイメージも悪くないし、そもそもカンタの言うような拳だけで乗っ取れる組織じゃないぞ。面倒だな。カンタのやつ、でたらめな噂で私を騙して恥をかかせやがって。この前は私を見捨てて逃げたし、今度会ったら痛い目に。うわ、どう、いついらしたんですか。バカな不意打ちか。申し訳ありません。寝ぼけててつい。わかりました。ところでどうして私を。ひょっとして初仕事、もしくは忠誠心テストでもされるのですか。誰を始末すればいいんですか。ご命令とあらばすぐに片付けます。はっ、これくらい覚悟の上だ。初仕事くらいちゃちゃっと片付けてやる。末端の部下のことまで気にかけてくださるとは、なんて広い器の持ち主だ。本当に頭が上がりません。ところで一つよろしいでしょうか。お持ちの長い髪は一体。短大の請求書。ベーカリーをめちゃくちゃにした。短大だと地上では迷惑料の隠語か何かか。そもそも何をどうめちゃくちゃにしたらそんなとんでもない額の請求書が来るんだ。その長さとなればとんでもない金額のようですが、教団の運営は大丈夫なのでしょうか。教団運営費の半分ですよ。運営予算の半分を迷惑料に充てるなんて、一体教団はどれだけ金を持ってるんだ。今日何かあるんですか。まさか縄張り争いで抗争でも起きるのですか。昔も今も縄張り争いは相変わらずのようだな。はい、お気をつけてドン。危うく計画がバレるところだった。うまくごまかせてよかった。それにしてもさすが巨大組織のボスだけあって会話の中に役立つ情報がかなりあったな。毎月の組織の運営費の半分が番台、つまり迷惑料に消えるだと。女王ってやつがどれほど多くの連中をぶちのめしているのかは知らないが、教主の言った通りあんな大金を毎月払っても平気だということは、この組織は資金調達力はかなりのものってことだろう。ということは外部から教団派に資金提供してる金づるがいるってことか。やはりどう考えても金づるに一番近い存在は司祭長しかいない。
リスクはあるが司祭長に近づいて資金の出所を突き止めないとな。それさえ分かれば始末するのは時間の問題だ。そうなればこの教団派は大混乱に陥る。その時こそ私が組織を丸ごといただくのだ。ところで司祭長はどこにいるんだ？組織に入ったばかりだからどこがどこだかわからぬ。そうだ、さっき教師は司祭長のところに行くって言ってたな。ドン、親分、ボス。教師様、どちらにいらっしゃいますか？師匠様、いますか？うわ、びっくりした。何よ、師匠様に会いに来たのにどうしてスノキーが飛び出してくるのよ。怪しすぎる。そもそもスノキーが教団に入ってきたのも変だし、急にあんな慌てた顔で飛び出してくるのもおかしい。まさかこいつまた宴会場をめちゃくちゃにするつもりなんじゃ。尾行して正体を暴いてやるんだから。なんだ、定例会でもやってるのか？この数のメンバーはどうして廊下に？一斉に押し寄せてきたせいで教師を見つけられないじゃないか。くそ、さっさと行け。今日は司祭長様はいらしていないのか？しょうがないんじゃない？司祭長様は別件でお忙しいみたいだしね。司祭長の話か。ちょっと盗み聞きしてみるか。言われてみればいつもお忙しそうだよね。本当か？最近ミサの時間に居眠りなさってるのよく見かけるぞ。忙しいから疲れてるんじゃない？司祭たちの睡眠は自分の意志とは関係ないって言うわよ。何かあったのかな？居眠りの言い訳じゃないのか？恥ずかしいからか？いつも忙しいから疲れるのも仕方ないんじゃない？そうだ、普段は常に電卓を叩いているじゃないか。そういえばここに来る途中、路地裏で黄金の竜族と会ってるのを見かけたぞ。あれも金のためか？多分ね。いつもあの竜族と会ってるってことはそういうことでしょ？あの竜族、太陽の光に当たってキラキラ輝いてたしね。隣に司祭長様がいらっしゃるのも気づかなかったくらいよ。黄金の竜族？路地裏で黄金の竜族に会っただと？黄金といえばゴールディか？確かそんな竜族がいたな。つまり教団の金づるはゴールディってことか。なるほど、分かったぞ。かなり大きなスケールで金を転がしてるようだな。このタイミングでビッグな情報を手に入れるとは。おいおい、うまくいきすぎじゃないか。妖精王国のすべてが私をボスの座に押し上げてくれているみたいだな。よし、今すぐ行って確認しに。誰だ？なんだ、今誰かが隠れたような気が。バレるところだったよ。誰かが尾行しているのか？まあ、素性が怪しい新入りを監視するのは当然のことかもしれないしな。
私でもそうしただろうし、もっと慎重に行動した方が良さそうだな。直接ゴールディに会って変に疑われるのはまずいな。時間がかかっても手紙を送って確認する方が安全だろう。もう今度はどこに行くのよ。疲れた。もう少しゆっくり動けないの？いつも喧嘩ばかりしてるからか知らないけど、足が速すぎるよ。師匠様、もう少し待っててくださいね。確実な証拠を持っていきますから。ドン、いらっしゃいますか？誰もいらっしゃいませんよね。いないようだな。エルフの町に出張という話は本当だったんだな。どれ、紙とペンもあるし。よし、ここに印鑑もあったぞ。出だしはどう書こうかな。おい、ウォールディ。私は妖精王国の世界樹教団のボス、教主だ。つべこべ言わず、私の質問に正直に答えるんだ。お前は妖精王国の司祭長と裏取引をしているのか？つまり司祭長からの報酬の見返りとして妖精王国に資金提供しているのかと聞いているんだ。お前の体に直接聞くようなことはしたくない。正直に返答をすることだ。お前が本当に司祭長と私が考えているようなビジネスをやっているのなら、私はお前にとって申し分ないパートナーになってやると約束しよう。追伸、この手紙は極秘だからみだりに内容を喋るなよ。ここに印鑑をポンと。完璧だな。これでよしっと。封筒に教師の印鑑まで押したんだ。最優先で送られるに違いない。返信が来るのは明日くらいか。手は喧嘩にだけ使うと思っていたが、文字というものを書くのもなかなか楽じゃないな。スノキ、一体どこに消えたのよ。今日はもう寝床にでもつくか。スノキ、どうしてあいつが師匠様の部屋から？いつもはコレクションするっすって言ってる妖精をたまに見かけるくらいなのに、一体何を企んでいるの？でもまだこの程度じゃ師匠様も怪しまないはずよね。師匠様は違法投入事件もあまり気にしてなかったし、もっと確実な証拠を抑えるまでもう少し様子を見るしかなさそうね。さっきキックボードに乗った金髪が来たのを見たんだが。よし、あったぞ。本当に一日とかからずに返信が来たじゃないか。教師の印鑑の効果は抜群だな。どれどれ、返信の内容は。こんにちは教主様。いえ、ボスと呼ぶべきですか？呼び方が紛らわしいですね。私は司祭長様に物を売ったことはありますが、妖精王国や教団に資金提供したことはありません。何か誤解されてるみたいですね。すべてありのままに話しましたので、
どうか手荒なことはご容赦ください。んだこいつ何も知らないみたいだな。一体何がどうなってるんだ。あの立ち話では黄金の竜族と司祭長があったと言っていたが、もしその黄金の竜族がゴールディじゃないとしたら、あのメンバーが見かけた黄金の竜族が本物の黄金ではないとすれば、だとしたらまさか。びっくりした。ヤッホー、スノキー、師匠様の部屋から出てくるなんて偶然だよね。私の後をつけてたのがお前だったとはな。道理で下手くそなわけだ。誰が下手くそよ。どけ、今ここでお前と遊んでる暇はない。ちょっと待ちなさいよ。許さない。地の果てまで追いかけて必ず証拠を押さえてやるんだから。もう全部わかってるんだからね。誰やねん、そない乱暴にドアを開きやがって。私だ。あんたスノキーか。スノキーが来たって？無事だったのね。やあ久しぶりやな。おい、カンタもいてはるし、久しぶりに三角会メンバー集合やで。カンタ？私があの虫どもに殴られた時はすぐ逃げたくせに、よくこんなところで油を売ってられるな。私たちの仲でしょ。過ぎたことは忘れよ。ところでなんだこの事務所は。私がいない間随分と羽振りが良くなったみたいじゃないか、ピラ。大したことないで。たまたま通りかかったらたまたま捨てられた綺麗な事務所があってな。誰かに取られる前にうちがもろたってわけや。完全に地上に拠点を構えたってわけか。せや、穴から這い上がったあんたのようにうちも地上へ這い上がったっちゅうわけや。いやしかしあの穴から這い上がってくるとはね。やっぱりあんたの根性は認めなあかんな。ピラ、一つ聞きたいことがある。なんや、久しぶりに会うたのにすぐ本題かい。あんたよ。ピラ、お前最近妖精王国に行ったか？なんでそれを知っとんのよ。せよ、昨日行ってきたばかりやで。司祭長さんに会いにな。司祭長に会っただと？なぜだ？決まっとるやろ、ビジネスちゅうやつや。うちが銭以外のためにそこまで行くわけないやろ。で、それがどないしたん？やはり黄金の竜族のふりをして司祭長に近づいたのはこいつだったんだな。一度ならず何度もあったみたいだが、これは面倒なことになったな。おいおいスノキ、あんたなんでうちが司祭長さんに会ったことを聞くねん。私はわかるかもよ。あんたボケ、知っとんならはよ言わんかい。何企んどるん？それはな。まずい、ピコラがまた尾行して全て盗み聞きしているはずだ。だが確実な情報を手に入れるためにはピラに話を合わせるしかない。お前が転がせるのは金だけで、
情報は転がせないみたいだな。せやからなんやねん。大したことじゃない。牢屋に入る前の自分を取り戻したいと思っているだけさ。カンタにいいお膳立てをしてもらったからな。そろそろ勢力を大きくさせようと準備しているってわけさ。教団派について教えたのは私だからね。あれくらいのスケールじゃないとスノキーも顔が立たないしね。私たちにとってもいいことじゃない？教団派を乗っ取るために大幹部の司祭長さんを潰そうっちゅう計画なんやな。まあそういうことだ。おいおい、やるやないかい。昔とちーっとも変わってへんな。そうは言うても用心はした方がええで。おもろい話をしたろか。あんたの計画にも役立つおいしい情報やで。情報？うちがあの司祭長さんになんぼかしたか知っとるか。あんま知らんけど、多分今頃は教団派の財政の半分以上がうちの特別な金で埋め尽くされとるはずや。なんだと？司祭長はまだそれに気づいていないのか？思ったより深刻な状況だな。このピラ様の錬金術をなめたらあかんで。見た目は金となんら変わらへんからな。司祭長さんがうとうとしてる間にちゃっちゃと契約進めてもうたって話もあんねんけどな。ちょっと変ね。あんな大事な取引の最中に居眠りだなんて。完全にバカ女王に似てきたんじゃない？いつもはキビキビしてるくせに所詮眠気には勝てないってことね。ピラのやつ昔より腕を上げたのか？金融詐欺ではした金でも巻き上げてるかと思っていたが、教団派の財政を食い荒らして潰すつもりか？何言うとん。今すぐっちゅうわけやない。じっくりと待っとるんや。でうちがのうなるのを待って二足三門で買い叩くってわけや。せやけどスノキ、あんたが教団派を乗っ取りたいんなら手貸してやらんこともあらへん。あんたに教団派を丸ごとやってもかまへんで。どうや？ピラめ、やはり腹黒いやつだな。私の味方のふりをして結局は借金まみれの組織を押し付けようという算段じゃないのか。どうせ私を名ばかりのボスに仕立てて氷菓子でもやるつもりだろう。教団派が潰れるのは何としても阻止しなくては。この詐欺師流族が貸し付けた資金をまずは帳消しにしないと。いやいや、これで私がスノキーに情報を流す必要もなくなったね。スノキー、いや新興組織の親分、復帰おめでとう。スノキーの管理能力は確かやからな。妖精王国にこのピラ様の待ち金を開くのも夢やないで。いながらにしてスノキーは教団派を、私は宴会場を手に入れる。三角界史上最高の計画じゃない？素晴らしいね。正攻法か。結局それしかないか。スノキ、難しい顔してどないしたん？やれやれ、親分になって過去の栄光を取り戻す考えにでも浸っとるんか？スノキ、どこに行くつもり？私は帰る。おいスノキ、いきなりどこに行くんやこら！嫌な予感がするね。なんやて？スノキーのやつ
何か決心したような顔してたよね。駒合戦であんな顔するやつって大抵は何かやらかすんだよ。ああ、スノキは義理がたいやつやで、裏切るわけないやろ。なんか不安なんだよね。足手まといになる前に手を打った方がいいんじゃないかな。はあ、いてこませ言うとんのか。言ってコマ。いてこます前に頭使って考えろって言うとんのやで。スノキーみたいな時代遅れの産物は後で片付けても遅うないやろ。昔のよしみで待っとってやるわ。まああなたがそう思うなら仕方ないけど、でも忘れないで、スノキーを手なずけることはできないから。スノキーの性質はうちもようさん知っとるわ。野生の魔女ちゅうか時々頭にくるやつだけどな。ピラは偽物の金を貸し出して本物の金を回収する悪質な借金取り。教団派に真相を知らせないと。私が望んでいた通り資金源がダメになって組織は潰れるだろう。そのタイミングを狙って私が介入すればドンの座を奪うことはできるが、なんだかいい気分じゃないな。穴を這い上がる間、いろいろなことを考えた。私の投入ビジネスをダメにしたベリータに復讐するんだと。自分の勢力を大きくしてベリータを襲うのが目標だというのに、ボロボロになった教団派を乗っ取ったところでそれができるわけないだろう。それに教主、隣でピコラのやつがあんなに疑っていたのに、あっさり無視して行くあてもない私を受け入れてくれたじゃないか。本当に器の大きいやつだ。あんなボスに仕えたのは初めてだな。昔は私もあんな風になろうと努力していたんだがな。あんなに親切にしてもらって裏切るのはなんか気が引ける。私は投入ギャングのボスになる前は魔女の王国の侠客だった。無我夢中で投入の密売をしているうちにピラやカンタのような奴らとつるみ、自分の本質をどんどん忘れてしまった。もしかしたら今まで忘れていた義と教を取り戻すチャンスが巡ってきたのかもしれないな。そこまでよ、この投入チンピラ。なんだピコラか。さっき建物の外で全部聞いたわよ。怪しい竜族と妖精と一緒に何か企んでたわね。師匠様に言いつけてやるんだから。よし、決めた。自分の歩むべき道を。何よ、こじこないで。このオレンジ色の瓶で殴るわよ。すごく痛いんだから。黙ってついてこい。ドン！お話があります。師匠様、危険です。スノキーが師匠様に悪いことをしようと企んでいます。
ああ、その通りさ。このスノキ、教団派のボスの座をかけて対マン勝負を申し込む。私は魔女の王国の拳の風雲児スノキーだ。お前が教団派のボスにふさわしいか確かめてやろう。問答無用。ここからは拳だけで語り合う。この拳を受けやがれ。師匠様、危ない。拳を振りかざすって言っておいて足技を入れるなんて。エイリアスの喧嘩屋ならこれくらいのフェイントは見破らないとな。師匠様、どうしよう。パソコンのステッカーを貼りますね。この程度の実力で教団派を守れるとでも思っているのか。ちょっと、師匠様はもともと虚弱体質なんですよ。妖精の女王様のワンパンを耐えるのがやっとなんだもん。師匠様はね、君みたいに力任せで暴れるタイプじゃなくて頭で勝負するタイプなのよ。だから余計に危険なんだ。自分の体くらい自分で守れなくてどうする。もし力のある部下たちが反逆を起こしたらどうするつもりだ。教団はそんな風に動かないって。目つきが変わったな。勝負するつもりになったか。師匠様、本気ですか？かかってこいドン。いくらでも相手してやる。しかしこれだけは覚えておけ。私に負けたら教団派は私がもらうからな。無駄口はそこまでだ。あとは拳での会話が全てを決める。こんな攻撃が通用すると思うか。終戦はげんこつ。これくらい耐えられる。は、そんな口車に乗るとでもはったりだね。そうよ、力や拳で勝負する時代はもう終わったの。そんな野蛮な時代なんかエイリアスはとっくの昔に乗り越えたんだから。だが私が穴に落ちる前の路地裏は。馴染めないことは恥ずかしいことじゃない。私もそうだったんだから。その時はね、素直に助けてって言えばいいのよ。私もどうすればいいかわからなかったけど、師匠様のおかげで救われたんだから。私は新しい時代に適応できないただのチンピラなのか。現実を見てよ。力に頼って喧嘩売ってジュビンにボコボコにされたじゃない。一体何を。なんて速さだ。一度だけでも避けられれば。
痛いって。くそ、手足が長すぎて間合いが取れない。うわー、師匠様怖い。やめろ、私の負けだ。ドン。スノキーが土下座しましたよ、師匠様。参りました。申し訳ありませんでした。ドン。師匠様をボコボコにしておいて謝るだけで済むと思ってる？このスノキ、もうこれ以上ドンには逆らいません。この土下座が証です。身の程知らずのことをした自覚はあります。監獄送りにされても異存はありません。エーリアスの路地裏にはもうロマンがないんです。義と今日で結ばれたと思っていた仲間たちは、私がいなくなった後すっかり変わってしまいました。だからドンが本当にすごい方なのか、私がお仕えするほどの方なのか確かめたかったんです。もう一度エーリアスの路地裏をロマンの時代に導いてくれる方なのか知りたかったんです。教団派をむちゃくちゃにして乗っ取ろうとしておりましたが、諦めます。そうですよ、スノキーが怪しい竜族と妖精と何か企んでるところも見たんですから。ドン、昔の仲間が偽のゴールドを流通させようとしています。今ならまだ間に合います。最近融資してもらったゴールドを返すのです。本当に手を貸してくれるの？もう嘘偽りは言いません。生意気に聞こえるかもしれませんが、私はドンを認めます。全てを認め、教団の忠実な犬となります。ドンを試したことについてはどうかお許しください。教団派の下っ端からやり直して廊下掃除でも何でもします。底なしの穴にもう一度戻れと言われれば行きましょう。師匠様、スノキーは本気みたいですね。どんな処罰も甘んじて受け入れます。ドン。本当に許してくださるのですか？わかりました。私はピラの大鉄鋼を見分けることができます。教団の金庫から全部探し出してみせます。忠誠を尽くしてお仕えすると言いましたよね。これからはドンがどこに行こうとも
影のように付き添ってお守りします。しかし組織のトップを守るのは当然のことじゃないですか。それは私が下っ端からやり直すと決心したからです。教団派で信頼を得てドンだけでなくみんなにも認められるんです。そうなったらいつかドンも私を認めてこの組織を受け継がせてくれる気になるんじゃないですか。私はその日を待ち続けるんです。いいえ、わかりました。ドンの命令とあらば何も言わずに必ず従います。ドン、いえ、教主様こそこのエーリアスの真の主ですから。これからよろしくお願いします。